city feels so dark when no one's around. We're sitting in my car. The silence is so loud. こんにちは、学びオタクです。今回の動画のテーマは SD ガンダムクロスシルエット F くの1回の制作レビューになります。ガンダムビルドメタバースに登場する F くの1をクロスシルエット構造にした本機体、素体はガンダム F91 になります。この動画は F くの1回を買ったけどどうなの、全塗装と素組みどれだけ違う、塗装で注意した点はという、そんな方に向けて動画を作成しています。このレビューではキットの特徴も含め、組み立てや塗装で工夫した点も解説していきますので、ぜひ最後まで動画を見てもらえると嬉しいです。今回のポイントは、目の部分以外を全塗装、マスキングでの塗り分け、クリアパーツも塗装で表現の3つになります。このキットは SD バージョン、クロスシルエットバージョンの2つのフレームの選択式でプロポーションが選べます。また通常モードに加えて軽装モードや最大出力モードをパーツ組み替えで表現、ジムヘッドもついており、さまざまに組み替えによって多彩な表現が可能です。また別売りのレジェンド BB 戦士の武者ガンダム、ナイトガンダム、コマンドガンダムのパーツとのミキシングも可能となっています。今回は素組みで組んだものはこのような感じです。意外にも塗装しなくとも見栄えが良く、 SD ワールドシリーズのものよりは素組みでも楽しめるキットになっております。またクロスシルエットにもなっておりますので、頭身の変更やジムヘッドついているので、いろんなバージョンの F くの1が楽しめます。今回は素組みでも見栄えが良いとしても、全塗装をすることで見栄えのアップ、マスキングでの丁寧な塗り分けを心がけ、クリアパーツも塗装しました。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。今後もガンプラを中心に組み立てや製作ノウハウ、キットのレビュー、学びオタクのプラモデルの上達過程が気になる方はぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。そして動画の最後に F くの1回を作ってみた個人的な感想を5段階評価していますので、ぜひ最後までこの動画を見ていってください。では早速下地をエボブラックで塗装していきます。今回のメインカラーはパープルとゴールドになりますので、下地の色は黒にしました。下地次第で仕上がりの出来に多少変化があるので、下地のサーフェイサーの色選びって大事だなと感じるようになりました。少しは上達したのでしょうか。また個人的にゴールドの下地は黒の一択にしています。クリアパーツについても今回は塗装していきますので、エボブラックで下地を吹き付けています。エボブラックで下地を塗った状態がこちら。クリアパーツはメタルピーチで塗装。1回では色がそこそこしか乗らないので、塗膜が厚くならないよう間隔を空けて2度塗りで色をのせていきます。1回目の塗装がこちら。完全に乾いてから2回目の塗装をします。結果仕上がりはこちらになります。次は本体色であるパープルを塗装しますが、その前にブラックのままの部分をマスキングしておきます。こうして計画的にやっていくことで2度手間を防ぎます。いよいよ本体カラーのパープルの塗装です。適度に希釈してエアブラシで吹き付けます。先ほど黒の部分については事前にマスキングをしているので、そのままパープルで塗装していきます。兜の部分については頭頂部に合わせ目が入るので、あらかじめ合わせ目消しして黒の部分をマスキングしています。
その上から本体色であるパープルを塗装しています。頭頂部の合わせ目も綺麗に消えてくれました。続いてはゴールド部分。ゴールド部分で塗装するところ以外をマスキングしました。その上から再びエボブラックで下地を作ります。直接そのままゴールドを塗装してもよかったのですが、もし思った色味が出なかったら後悔しそうだったのと、思った色味が出なかった後のリカバリが大変なので、ちょっとしたひと手間ですが、一度エボブラックで下地を塗装しました。今回もゴールドはクレオスさんのスーパーリッチゴールドを塗装しています。個人的に黒下地の上からのゴールドは重厚感が増している気がしますので、お気に入りです。余談ですが、私の場合動画編集している時点と模型を制作している時点でタイムラグがあるのですが、自分の過去制作を見ていると改善点が結構あるので勉強になります。今回で言うと、少し黒下地とゴールドをのせすぎて塗膜が厚くなっている点です。プロモデラーさんの模型制作過程って本当に勉強になりますよね。私もいつかコンテストに出せそうな模型を作ることが目標です。こちらは肩パーツの特徴的な部分です。ここはしっかり塗り分けできないとかなり目立つところとなります。本体の塗装の前にハンドパーツに肉抜き穴があるので、今回は余剰ランナーと瞬間接着剤で肉抜き穴を簡易で埋めておきました。はみ出た部分はデザインナイフできれいに削ぎ落とします。瞬間接着剤は硬化剤で固めています。こんな感じです。本体塗装は今回ホワイトでなくガイアノーツさんのニュートラルグレー1で塗装します。その前に念のため下地をエボシルバーで塗装しました。こちらも思った色味が出ないことを防ぐ目的でエボシルバーを塗装しました。正直ニュートラルグレー1を塗装するのであれば成型色がホワイトなので、あえて下地塗装はする必要はないかなと感じました。こちらがエボシルバーで下地塗装が終わったパーツです。額当てはシルバーをそのまま活用するのでマスキングしています。ニュートラルグレー1を希釈して塗装していきます。希釈割合などを聞かれることが多いですが、何度となく塗装しているとなんとなく薄いや濃いなどが分かってきますね。プラモデルもビジネスと同様、たくさんやってみる行動が大事ですね。こちらは頭部分の塗装、そしてこちらは肉抜き穴を埋め立てのパーツになります。ということで肉抜き穴を埋めたり塗装などが全て終了しましたので、最終的な組み立てになります。今回は SD ガンダムのクロスシルエットでしたが、通常のワールドヒーローズのシリーズに比べると非常に塗り分けもしやすく、そんなに細かくないので SD ガンダム初心者でも上手に塗り分けができるキットではないでしょうか。ということで F くの1回の評価はこちら。今回は肉抜き穴を埋めたのは手の甲だけでしたが、腕周りや一番目立つ髪の毛も肉抜き穴を埋める練習に最適なキットだと感じました。クロスシルエットな分、腕と足の関節を入れ替えることで頭身の変更も簡単にでき、いろいろと遊びの幅が広がります。ということで初心者おすすめ度は星5つ。まだまだ模型屋さんでも在庫を見かけますし、入手しやすいと思いますので、ぜひ購入して作ってみてはいかがでしょうか。今回の動画いかがでしたでしょうか。今後もプラモデルのノウハウやキットの制作過程、チャレンジしてみたこと、学んだことなどを発信していきたいと思っていますので、見逃さないためにもチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をしておいてもらえると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。Out.
best.